いろんな店舗で経験を積むっていうのが、どうしても調剤薬局だと働いてる人数とかが少ないんで、これはね、新卒薬剤師さんにとって非常に苦しい状況だと思いますよ。ようこそ、薬剤師の一世管理のハッピーです。本日も動画をご視聴くださり誠にありがとうございます。薬剤師国家試験を受けられた方々、疲れは少し取れましたでしょうか？いかがお過ごしでしょうか？今回のこちらの動画はですね、4月から主に調剤薬局の薬剤師になる方に向けた動画になってるんですけど、内容としましては、新卒薬剤師に起こり得る試練についてお話ししていこうかなと思います。で、皆さん今、入社前の期間にね、最初に薬剤師になってからの試練聞くの嫌だよっていう方もね、いるかなと思うんですけれども、これ全然嫌がらせとかではなくて、最初にそのね、起こり得る試練を知っておくことによって、対応策がね、今の段階から準備できると思うんですよ。わかりやすく例えると、防災訓練みたいな感じで、万が一の時に備えて対応策であるとか、心持ちを安定させておく、身構えをしておくっていうことが、僕はね、大事だと思いますので、今回の動画制作に至りました。こちらのね、動画を見ていただいて、新卒薬剤師さんの生活のスタートダッシュをね、後押しすることができれば、僕は嬉しいです。楽しい動画にしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思います。それでは本日も行ってみましょう。On your mark?それでは早速一つ目ですね。で、この最初のやつに関しては僕が意外だなって思ったことになります。新卒薬剤師さんに起こり得る試練一つ目が、店舗ごとにローカルルールが存在するということですよね。はい。会社が一緒の視点だとしても、ルールが違うことがあるっていうのを覚えておいた方がいいんじゃないかなと思います。具体例を挙げると、ストック薬の対応であったり、監査の方法ですね。皆さんね、最初は新人研修を受けられて、配属先の店舗で数ヶ月間ずっと同じ店舗で働くと思うんですけど、少しすると、どうしてもね、薬剤師さんって足りない状況がね、生まれてくるんで、若い世代が他のね、店舗にヘルプに飛ばされるっていうことがあると思うんですよ。その時に、うちの薬局と全然ルール違うなっていうところに気づくと思います。と、同時に、その時にね、ヘルプ先で、あんたこのルール知らないのみたいな感じで言われて、イライラすることもあると思うんですけど、皆さんここは一旦冷静になっていただいて、こういうストック薬の対応があるんだなとか、こういうデバイスを使うんだみたいな感じで、ね、探索心を持って取り組んでいただくのがいいんじゃないかなと思います。で、このローカルルールっていうのは、本当にね、全く違う店舗とかもあるんで、皆さんメモを取って覚えていただくのがおすすめですね。これはね、本当にもう数をこなすしかないと思います。ヘルプ先にいる薬剤師さん目線からしても、新しく来た子がね、こうメモを取って頑張って覚えようとしている姿勢っていうのは、僕からするとすごい好印象なんで、やっぱりメモをして、覚えていただくのがいいんじゃないかなと思いますね。たまに仕事を覚えるときにメモを取らずに、こうやってずっと聞いてる人とかいるかなと思うんですけれども、それじゃあ覚えられないよね。やっぱり何かね、筆記解除して頭にね、定着させるってことは僕は大事だと思いますね。僕がね、新卒薬剤師の時は、先輩がいい先輩だったんですけど、1回はめっちゃ優しく教えてくれるんですけど、2回目は教えてくんないんですよ。だからもう必死に先輩が一度言ったことをメモにね、筆記解除をして、覚えていた記憶があります。僕の場合は、その日に学んだ内容をメモして、その当日中であるとか、次の日の仕事前の数分間で、見直して、こういうルールだったなっていうのを思い出すっていう手段が、非常にね、頭に定着した印象がありますね。ということで、新卒薬剤師さんに起こり得る試練一つ目が、店舗ごとにローカルルールがあるぜっていうことでした。それではお次行きたいんですけれども、2つ目、3つ目はまとめていってしまいます。新卒薬剤師さんに起こり得る試練。まず2つ目が、コミュニティが狭くなりがちということと、3つ目が、業務のルーティン化に飽きてしまうということですね。で、まず最初にね、申し上げたコミュニティが狭いっていうのは、僕入社前に、懸念してたことなんですけれども、やっぱりそうだったっていう話になりますね。病院薬剤師さんとかだと、薬剤師さんと事務さんに、加えて、ドクターであったり看護師の方、他の医療従事者の方と人間関係をね、築けたりはするんですけれども、どうしても調剤薬局だと働いてる人数とかが少ないんで、周りのね、コミュニティがね、狭くなっちゃうん
ですよ。このコミュニティが狭いっていうのは、新卒薬剤師の自分にとっては辛いというか、ちょっと悩みではありましたね。そして3つ目の業務のルーティン化に飽きるっていうのは、皆さん最初の頃であれば仕事を覚えるのに精一杯なんで飽きることはないと思うんですよ。なんなら仕事がね、できていく、過程で、嬉しさも生まれてくると思うんですけれども、それ以上ね、仕事をしていると、だんだん業務がルーティン化してきて、仕事にね、飽きる場面が来ると思うんですよね。だいたい調剤薬局の薬剤師さんの社員とかだと、休みの日が固定で決まってたりするんですよ。僕のね、場合であれば、基本的には日曜日と木曜日だったかな。週2日休みが決まってて、木曜だから休みか、日曜だから休みだね、みたいな感じで、日々のね、ルーティンが決まっていて、仕事の内容もそんなに変わらないし、ちょっとね、飽きが来てたところは正直ありましたね。で、今まで申し上げたこのコミュニティの狭さっていうのと、業務のルーティン化っていうのを、改善する策が、いくつかありまして、まずコミュニティが狭くなりがちっていうのは、最初の新人研修の時に、友達を作っておくっていうか、知り合いをね、作っておくっていうのは大事なんじゃないかなと思います。この新人研修っていうのは、ある会社とない会社がありますからね、大手の調剤薬局であれば、もう200人くらいとかで、最初のね、研修とかをやったりするんで、新人研修だけで仲良くなるのは難しいと思うんですけれども、自分の顔をね、覚えてもらうっていうことは大事なことじゃないかなと思います。そして3つ目の業務のルーティン化に飽きてしまうことに対する対策としては、業務の効率化を考えるっていうのは、僕にとってすごいいい案になってますね。やっぱり先ほども申し上げたように、薬局にはローカルルールがあったりするんですけど、このローカルルールの中にめちゃくちゃ効率の悪いことってあったりするんですよ。っていうのはなんでかっていうとね、歴史が長い薬局とかだと、そのルールのままずっとそれがね、変わらずに、今便利になっている世の中で、その古いルールが続いてしまっている状況っていうのがあったりするんですよね。で、その中でもっとこうやった方が効率いいんじゃねえかな、みたいなのを考えつつ仕事をやるっていうのが、業務のルーティン化に飽きない、一つの手なんじゃないかなとは思いますね。ローカルルールの効率が悪いと僕は言っちゃってたんですけど、最初の方はもっとこうした方が良くないですかって言わない方がいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりそこにねずっといる薬剤師さんからすると、こいつ入ってきたばっかなのにすげえ言うじゃんみたいな感じになっちゃうんで、まずは皆さん仕事をね覚えていただいてスムーズにできるようになってきたら、信頼できる上司とかにね、もっとこうした方が効率良くなるんじゃないですかみたいな感じで相談していただくのがいいんじゃないかなとは思います。僕が上司だったりすると、若い人の言葉って非常に参考になるんでね、すごい意見を聞くと思うんですよ。これはね、人にもよるかなとは思うんですけれども、業務のね、効率化を考えつつ、行動していただくのが一つ、飽きをね、解消するテクニックになるんじゃないかなと思います。そして、この試練の2つ目と3つ目に、どっちにも通用する改善策っていうのが、もう一つありまして、これはヘルプ先へ積極的に申し出ていくということでございますね。で、このヘルプって会社によっては断ることもできます。ただ、この、ヘルプのね、要請っていうのを断らずに、いろんな店舗で経験を積むっていうのが、僕はね、この試練に対する対応策なんじゃないかなと思います。で、この積極的にヘルプに行くっていうのを続けていると、上の人から、今日もこの店舗行ってくれないみたいな感じで、あいつめちゃくちゃヘルプ行ってくれるよな、みたいな認識になって、すごい言われたりして、イライラする瞬間があると思うんですよ。僕もそうだったんですけれども、皆さん、この場合でもヘルプね、行き続けた方が僕はね、いいんじゃないかなと思います。もちろんね、体とかはね、壊さないでほしいんですけども、なるべくね、経験値を積むっていうことが僕が大事だと思うんですよね。なぜかっていうと、皆さん、これから入社されるね、方に言うのは失礼かなと思うんですけれども、ずっとその調剤薬局の社員として、勤められると思いますか？どうですかね？今時代、転職するのが当たり前の時代になっている中で、その転職するってなった時に何が有利かっていうと、今まで経験値を積んでた人がめちゃめちゃ有利なわけなんですよ。薬局によってね、扱う処方箋の診療科とかも全然違いますし、それを経験することによって、例えば自分が派遣薬剤師であるとか、僕今フリーランス薬剤師やってますけれども、そういう立場になった時にね、スムーズに、ある程度どこの薬局でも仕事ができるようになっておくっていうことが、重要なんじゃないかなとは思うので、ヘルプの経験っていうのは僕がね、身をもって、やっといてよかったなって思うことになっているので、おすすめでございます。ということで、新卒薬剤師さんに起こる試練、2つ目がコミュニティが狭くなりがち、3つ目が業務のルーティン化に飽きが来るということでした。
それでは引き続きやっていきたいんですけど、4つ目と最後5つ目に関しても一気にいっちゃいたいなと思います。新卒薬剤師の方に起こる試練、4つ目が誰も何も教えてくれないっていうことと、5つ目がミスが許されないプレッシャーの中で働き続けなくてはならないということですね。で、この誰も教えてくれないに関しては、上司の人柄であったり、店舗のね、忙しさにもよると思うんですけれども、基本的には何も教えてくれないと思った方がいいですね。どういう姿勢がいいかっていうと、受け身になって相手からのね、こう教えてくれるだろうって待ってるのはあんまり良くないかなと思います。少しでもね、わからないことがあったら自分から能動的にね、聞きに行く姿勢っていうのが僕はね、すごいいいんじゃないかなと思います。自分から聞く姿勢がなんでいいかっていうと、やっぱり医薬品を取り扱うにあたって少しでも、ミスがあったりすると一発で患者さんをね、命の危機にさらしてしまう可能性がありますので、少しでもなんか変だな、これどうなんだろうって思ったことは、上司にね、聞くのがいいんじゃないかなと思いますね。僕もね、新卒薬剤師の方が積極的に聞きに来てくれる姿勢っていうのは、学ぼうとしてるんだなっていうね、好印象が、僕はね、あったりするんで、少しでもね、わからないことがあったら、学ぶためにも積極的に聞きに行くっていう姿勢がね、大事なんじゃないかなと思います。そして最後の医薬品のミスが許されない状況の中でずっと働き続けなければならない。これはね、新卒薬剤師さんにとって非常に苦しい状況だと思いますよ。右も左もわからない状況で、医薬品の間違いをしちゃいけないのって結構レベルが高いと思うんですよね。やっぱり薬のイニシエとかってメンタルやられると思うんですよね。患者さんにね、もしものことがあったらどうしようみたいな感じですごい不安にね、なってしまった記憶が僕にもありますので、ここに関しては、最大の試練なんじゃないかなと思いますね。で、このプレッシャーを感じている中で、患者さんからね、覚えのない罵声を浴びせられたり、理不尽なことってめっちゃたくさん起こるんですよ。それが積み重なって、ちょっと仕事ね、休職しちゃったり、転職をね、すぐしちゃったり、する方とかもね、いたりするくらいなんで、こういうことがあるよっていうことで、事前にね、知っておくのはすごいね、大事なことなんじゃないかなと思います。ということで、新卒医薬剤師さんに起こり得る試練、4つ目が誰も教えてくれないということと、最後5つ目がミスが許されないプレッシャーの中で働き続けなければならないということでした。ここで皆様に伝えたい僕なりの教訓があるんですけれども、この言葉は僕が新卒薬剤師の時に教育担当の薬剤師の先生から言われた言葉です。お聞きください。患者さんに怒られてもいいから調剤や監査を今一度確認せよということです。はい。で、患者さんに怒られるっていうのはどういうことかっていうと、患者さんが調剤薬局に求めるニーズって速さなんですよね。で、新卒薬剤師さんだったりすると、調剤とか監査にめっちゃ時間かかっちゃって、患者さんにね、なんで薬局こんな空いてんのに遅いの早く出せよみたいな感じで怒られることすごいあるんですよ。で、それで焦って出しちゃって薬を間違えてしまうっていう状況が僕もありましたね。僕なんてあれですよ。結構ミスが多い方だったんで、患者さんの家とかに行って謝りに行ったことが全然ありますよ。で、皆様にはね、ちょっと僕の失敗を繰り返してほしくないということで、この言葉でお伝えさせていただきました。現在僕は薬剤師4年目で4月以降は5年目になりますけれども、今でも当時のね、教育担当者の薬剤師さんの言葉、患者さんに怒られてもいいから薬の知識ちゃんとやろうねっていう言葉は非常にね、僕なりに助けられた言葉になりますので、皆さんにね、紹介させていただきました。まずは時間がかかってもいいんで、調剤監査をしっかりやっていただいている中で、じゃあどうやったらもっと調剤監査の質を上げつつ、スピードを上げることができるだろうかっていうことを、このチャンネルを通して僕は皆様と一緒に学んでいきたいなと思っております。今回の動画はですね、新卒薬剤師さんに起こり得る試練について5つご紹介させていただきましたが、いかがでしょうか。やっぱり皆さん初めての環境にね、行かれるわけなんで、たくさんストレスとか、不安なことがいっぱいあると思うんですけれども、このチャンネルを通して少しでもね、皆様に貢献できることができれば、僕は嬉しいなと思っております。今後もですね、動画制作全力でやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。あと最後少しね、宣伝にはなると思うんですけれども、僕はですね、株式会社 T ハーフというフリーランス薬剤師さんに特化した会社を運営しております。人材紹介とかもね、行っておりますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンク貼らせていただきますので、お立ち寄りいただければ幸いでございます。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、
よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。